Hi, Bestie 花だよ。みんな今日も一日お疲れ様です。Busy Day with Hannah。このポッドキャストでは最近のあれこれや気になること、ファッション、音楽まで幅広いテーマを自由に語りながら、リラックスした空間をみんなと一緒に楽しめたらいいなと思っております。本日もビデオを撮っておりますので、気になる方は下のリンクから YouTube、ハンナのお部屋をぜひチェックしてみてね。今私は、イタリアの横ら辺にある島国のマルタ共和国にいまして、今海外旅行中なんですね。でも、ポッドキャストを撮らなきゃと思ってて、もう今撮ってるんだけど、マイクをね、持ってくるの忘れるという非常事態が発生していて、この小さなマイクでやってるんですけど、多分これは結構音質いいと思うから、ちょっと今日はこれでやります。前回のポッドキャストが17日前ということで、もういつですかっていう感じなんだけど、これがね、結構なぜか再生が回ってて、いつも1万回行くかとかなんだけど、これはなんか2.3万回行ってて、ちょっと謎なんだけど、今回はポッドキャストで話したいことが本当に溜まってて、もうみんなに言いたいことがいっぱいあるの。だから今回は全部話します。もしかしたらまた1時間ぐらい話すかもしれないんだけど、ちょっとゆっくり話すことを心がける。なんかね、寝る前にこのポッドキャストを聞いてますっていう人とかもいたりして、ちょっと落ち着くね。もう話したいことがありすぎて、こういう前のめりな感じになっちゃってるんだけど、もう早いよね。ちょっと待って、ゆっくり話す。はい。あと、ポッドキャスト関連で言うと、なんかね、昨日ぐらいに、ポッドキャストで、ちょっと待ってね。昨日、なんかインスタグラム、@hanah.bezy。こちら私のインスタグラムなんですけれども、18万人達成しました。ありがとうございます。これで、なんか質問をね、ちょっと最近コミュニケーション取ってなさすぎてやばいと思って、ちょっと質問募集したんですけど、そしたら、一人の子から、なんだっけ、テスト期間中です。電車の中の Spotify の電子広告で、ハンナちゃんを見つけたよって言われて、知らないんだけど、てか聞いてないんだけど、みたいな。これ Spotify のプラットフォームを借りて、やっていますので、ちょっと私は存じ上げなかったんですけれども、しかも私は今日本にいなくて、いつ帰るかまだ決まってないの。だから、さすがに2週間後ぐらいには帰るけど、1、2週間後ぐらいで、まだフライトを取ってないので、どうしようかなって思ってる途中だから、そんな中で、このね、コメントをいただいて、私は肉眼で確認できてないから、もし、このポッドキャスト聞いてくださってる方で、その電子広告とやらを見つけた方がいましたら、ぜひ写真を撮って私の DM の方にお送りくださいませ。お願いいたします。なんかもう3人ぐらい DM 来たんだけど、一人の子からは、東横線で見たって声をいただいたので、東横線沿いにお住まいの、やばい、ごめんなさい。東横線沿いにお住まいの方など、もし私のやつ見つけたら、私は絶対に見たいからお願いします。よろしくお願いします。はい。で、今回はもう話すことが本当にいっぱいあるので、さっきね、パソコンでカタカタやってまとめてたんだけど、まず、今、イタリアの横のマルタ共和国にいるんだけど、1週間前までニューヨークでおなじみニューヨークにいたんです。一人で。1週間前に、約ってか1週間、7泊8日で、ニューヨークに一人旅行ってまいりました。私の YouTube ではやっぱり一人旅のコンテンツが、ちょっと待って、これマイクカサカサ言ってたらどうしよう。ちゃんと戻る。私の YouTube ではよく一人旅コンテンツをね、発信しているんだけど、結構アジアが多かったの。それはもちろんお仕事で海外に行くことが多かったから、それでVlog も撮っちゃえみたいな感じで、一石二鳥って感じで Vlog よく撮ったりしてて、近いからね、行きやすくて、よくアジアの方に行ってたんですけれども、意外と欧米、ヨーロッパなど行ったことがなくて、なんかたまに、はなちゃんって帰国子女なのとか、英語喋れるんですかとか、そういった声をね、いただくことがあるんですけれども、私は一切帰国子女ではないですし、海外に住んだこととか、インターナショナルスクールに通ったこととかないの。だから、独学で、なんか適当に英語をやってたら、なぜかちょっとだけ喋れるようになってたっていう感じ。一時期、なんか留学のプロジェクトがあって、それに応募するために、なんか、朝の4時から、なんかすっごいうるさいんだけど、聞こえてないといいな。ちょっとマルタはこういうことが多いです。ごめんなさい、ちょっと。
っていうかさ、今さ、カメラを結構遠くに置いてるから自分の顔が見えてないんだけど、今すっぴんでもう結構やばいことになってそう。なんか海外に行くと肌がボロボロになったり髪がボロボロになったりしがちなんだけど、今そういう状況です。顔がね、結構なんか肌荒れが起こってる。もうニューヨークにいて、で、そこからマルタに来てて、まあ、どっちもね、もちろん私はそういった街に、ヨーロッパもない。アメリカもない。そんな感じだから、全部が初めて。で、例えばさ、アメリカ一週間行って日本帰るって、またヨーロッパ行くって2個分ければよかったって感じなんだけど、私はもう一気にやっちゃうということで、アメリカも行くしヨーロッパも行くって感じで、もう本当に容量が足りないってぐらい、カメラがパンパンな感じになってて、Vlog をね、もう信じらんないぐらい撮ってるから、これ編集大変だな、日本でって。また缶詰状態になることは分かってるんだけど、Vlog をもうめちゃくちゃ撮ったから、まあ、今ね、フレッシュな状態をお届けしたいので、ポッドキャストで話すけど、Vlog もお願いなので見てください。めちゃくちゃ頑張るので、はい。今までの海外のお仕事は、まあ、主にモデルが多かったんだけど、中国、韓国、これが主な私のお仕事の場所で、2025年の1月に初めて中国に行って、意外とね、そこからもう2025年はめちゃくちゃ中国でお仕事させていただいて、2026年、あれ今年は中国行ったまあ、留学で行ったけど、まあ、お仕事で行ってないか。まあ、でも結構どっちもよく行くような国で、で、アメリカ、ヨーロッパはもちろん初めてです。はい。仕事、ミセキソウルと私のコラボのお仕事。待って、言いたくなった。待って、まずね、ミセキソウルって韓国のブランドがありまして、これと私、ハンナ、個人のハンナです。モデルとかじゃなくて、クリエイターハンナとしてのコラボのコレクションがね、この前出たの。見てくれたかなみんな。渋谷の109でイベントとかもしたんですけど、それでいろんな方が来てくれて、すごい嬉しかったです。で、アメリカに行くニューヨーク行きの飛行機の中で、なんか DM が来て、突然、ファンの子から。なんか、IVEのレイちゃんがハナちゃんの服をライブで着てましたみたいな来てて、ちょっと待って、みたいな。で、待ってってなって、その DM 来た時、ちょっとネットがね、雲の上なので、すごくネットがおかしくて、で、と思って、検索しようにもできないみたいな。で、ちょっと安定してきたところでもう一回見たらまた3つぐらい DM 来てて、なんかレイちゃんがどうとか、ミセキがどうみたいに来てて、何が起こってるのみたいな。で、そのまま、ツイッターとかね、見て、IVE、レイ、今日の日付とか検索して、いろいろ検索してたら、確か、シドニーかななんかどっか海外の国の公演のボイス、サウンドチェックファンの人たちだけが見れる初めの公演みたいなのあるじゃん。あれで私のイラストのミセキソウルとのコラボの T シャツをね、IVEのレイちゃんが着てたの。ちょっと待って。私大出世してないみたいな。私の活動ね、ポッドキャストもありますし、YouTube もやってます。モデルとかもいろいろなんかやらせてもらってるんですけども、一番初めの私がなんでこの活動を始めたかっていうと、イラストレーターになりたかったから。だからもちろん、一番初めは顔とか出してないです。ポッドキャストはそのイラストに基づいて始めたから、あれなんだけど、YouTube とか Instagram で自撮りとかも一切やってなくて、もうそんな無理ですみたいな感じでやってたから、私の活動の根源はやっぱりイラストなんですね。アーティスト、そういったことをやってて。だから、ミセキソウルは、その私のイラストを使った T シャツも作らせていただいたので、結構制作に関わってる部分があったから、その T シャツ、思い入れのある T シャツを、IVEのレイちゃんが、その舞台の上で、多分私服として着てるっていう、レイちゃん、待って、みたいな。絶対レイちゃん私のこと知らないけど、レイちゃん待って、みたいな風に思っちゃって、すごく、飛行機の中で興奮しておりました。でも、飛行機の中でもちろんね、隣でね、共有できる人いませんので、私は一人でもう興奮して、なんかツイートとかして、そしたらなんかちょっとバズってありがとうみたいな感じで本当に嬉しかったです。レイちゃん様ありがとうございますし、ミセキソウル様もありがとうございます。ということで、もしみんな私のこのグラフィック T シャツ買ってくださってる方いましたら、私ともそれだし、IVEのレイちゃんともお揃い。ということで、ハッピーな結果なので。みんなぜひ、ご購入お願いいたします。すごく可愛いので、私もあれお気に入り。もう本当にとにかく私はレイちゃんが、てかもうその K-POP アイドルが自分のデザインした服を着てるみたいな、その構図が、2、3年前に考えたことが一切なくて、本当にびっくりだし、現実
的、なんかもう、言葉にならない。なんかそういう、なんか K-POP アイドルが来たらさ、なんか横に、誰が着てる、こういう服を着てます、みたいなわかる？レイちゃんがいて、その横に服の画像と名前が出たりするじゃん。そこにハンナ×ミセキとか書いてあって。もう感動みたいな。私まださ、活動始めて2年ぐらいしか経ってないんだけど、もうこんなことが起きていいんですかって思っちゃって、すごくハッピーな出来事だったので、多分みんなも嬉しいと思う。だって、なんか成長してる感じがあると思う、一緒に。もう本当にさ、ただの、なんか、もう、ポッドキャスト一番初めから聞いてたらわかると思う。もうマジで、今と全然スタイル違うから。で、売り込みしてますとか言ってる時期から、IVEのレイちゃんが、K-POP スターの方がね、私の服を着てくれるぐらいになって、まだこれがゴールってわけじゃないけど、すごく嬉しい出来事だったなと思って、これはもう絶対にポッドキャストでみんなに言いたかった。私は普段はあんまりお金使うタイプじゃなくて、お洋服、強いて言うならお洋服に、たまにボンって使うみたいな。そんな、細かく買うタイプじゃないから、実際お家には服はあんまりなくて、でも、私が買いたいなって思った大事な服とか、それは値段関係なくだけど、を、セレクトしてるみたいな。あと、着回ししやすいやつとか。これとかめっちゃ着回ししやすい。このね、ボードカットの、下に水着着てるけど、ボードカットで、ここの丈がね、こういう感じのボーダーの服なんですけど、これはちょっとシークレットなやつなんですけれども、はい、今 YouTube の動画を見てくれてる方だけにはわかる。これね、すごい大好き、今一番好きな服。これはちょっとシークレットな案件なんですけど、はい、それはちょっとお楽しみにってことで、はい、で、お金はね、あんま使ってないけど、やっぱり一番使ってるかもしれない。旅行とか飛行機代とか、あとホテルね。私一回、香港に一人で行ったことがあって、その時にホテルをね、なぜか節約しちゃったの。なんか、ベトナムから香港に行ったから、ベトナムで結構いいホテル泊まったから、香港はそんないないし、ちょっとでいいやと思って、なんか安い1万円ぐらいのホテル。うん。でも香港はニューヨークの次に物価が高いと言われてぐらい物価が高いので、日本で1万円以下のホテル、いいホテルいっぱいあると思うけど、香港だと意外とないの。で、香港に1万円のホテル泊まったらマジで、本当になんか牢屋ですかみたいな、ちょっと言い過ぎた。けど、本当にもう信じられないレベルのホテル泊まってしまって、結果的には良かったけど、もうあの時に私決めたの。もう絶対にホテルは何が何でもいいところを取るって。もう他は節約する。ご飯とかは別にどうでもいいです。別に私は、そこら辺のハンバーガーで満足できるので。だけど、ホテルだけは絶対にもう綺麗じゃないと私は耐えられないんだなってことに気づいたので、飛行機とホテルは、ちょっと、値は張るかもしれないけど、ちゃんとしたところ泊まろうと思って、ニューヨークだよ。どんだけ高いかみんな知ってる？マジでもう笑えないレベルで高いんだけど、ちょっと、最近そんなお金使ってなかったしってことで、私はお金は多分旅行費に一番使ってると思う。うん。で、そこでちょっと高いけど、涙流しながらね、もう、って感じで払って。で、7泊ホテルに2個泊まったんだけど、前半は真ん中の方に泊まって、後半は下の方。マンハッタンっていうマンハッタン島ってとこがあって、ニューヨークの一番、メインの場所。そこの真ん中と下の方に半分ずつで泊まったの。今マルタにいて、せっかくヨーロッパまで来たのに、他の国に行かないのもったいないなと思って、イタリア近いからイタリアもありだし、イギリスとかフランスとか、そこら辺。そんなに長くいないと思うけど、どこかしらに行きたいなと思ってるから、後で、じっくりと考えていくことにします。最近は毎日もう 1.6 万歩。さっきのヘルスケアを見たら 1.6 万歩って書いてあった。そのぐらいもうずーっと歩いてて、なんか街を歩くのがすごい大好きなの。というのも、もう日本と違いすぎるから、歩いてるだけで楽しいし、歩いてるだけで刺激があるし、歩いてて新しい店見つけたりとか、新しい空気吸ったりとか、そういうのがすごい楽しいから、私は歩くのが大好きで、タクシーとかもあんま使ってないから、とにかく歩いてて、もう足が本当に痛いって感じ。街を歩くのが一番好きかも。だから最近の趣味は相変わらず散歩です。はい。もうニューヨークでも散歩しまくってた。でもニューヨークは、そのマンハッタンが結構ちっちゃいから、もう上から下まで何時間も歩けば着いちゃうみたいな感じなの。だから、ニューヨークは絶対に歩くのがいい。あと自転車。自転車の方がいいかもしれない。自転車と歩くのがすごいいいかな。もうね、話したいことがたくさんあるんだけど、とりあえず、ニューヨークから話していくね。まず、ニューヨークは動画をね、もう信じられないレベルで撮ったので、あとは編集するだけだから、とにかく待ってて。多分、
1ヶ月後とか2ヶ月後ぐらいになっちゃうと思うんだけど、待っててください。絶対にあげますので。はい。なんか簡易的に TikTok でニューヨークの地下鉄に行ったみたいな動画撮ったの。そしたら、なんか再生回数100万回で、いいね3、4万とか、なんか若干バズってて、なんかみんなそういうところが気になるのかなと思ったから、地下鉄事情とか、そのみんなが、私も旅行行くまで全然わかんなかったことがいっぱいあったから、ニューヨークにすごいね、恐怖を抱いてたんだけど、全然別にそこまで治安悪いわけでもなかったし、っていうような話って意外と気になるかなと思うから、そういった話を、今後の動画で随時していきます。真ん中は、チェルシーって、一番初めはチェルシーっていうところに泊まって、そこは、タイムズスクエアとか、なんかみんなが想像するアメリカみたいな、もうザ・アメリカみたいなところが、大部分の要素にある場所で、そこら辺の場所に泊まって、タイムズスクエアももちろん徒歩で行けるし、一回しか行かなかったけど、結構渋谷のね、街負けてないですよ。渋谷と同じ嘘。渋谷よりもちろんエネルギーあったけど、割と渋谷も同じぐらい人いたかなって思った。とかに泊まってて、その次はソーホーっていう街に泊まったの。で、ソーホーは、ダウンタウンって言ってマンハッタンの下の方にあるんだけど、そのら辺は、私のニューヨークの友達によると、とにかくご飯屋さんがいっぱいあって、なんか感度高い系、おしゃれ系の場所、だから裏原とか、原宿とか、下北とかそういった感じ、中目黒とか。で、チェルシーは、どこだろう。新宿、渋谷、とか、銀座とか、そういう感じ。で、私はもう絶対にダウンタウンの方が好きだった。だけど、海外、家族旅行する人とかは、チェルシーとかの方がいいと思う。そういった感じで、もう、ホテル探しも、飛行機探しも、マジで私、毎回死ぬほど時間がかかるの。なんか、スムーズに決められたことがないし、結局、先延ばしにして、もう最後の方になるみたいなことが多くて、毎回うんざりしてます。成功できたことはないです。で、あと、イスターっていうアメリカのビザがあって、なんか今までアジア行った時はビザを取る必要がなかったんだけど、アメリカはビザを取る必要があるんですね。で、それを私は、分かってはいたけど、なぜか3日前に気づいて、で、これをね、よくよく見てみたら、なんか3日前から取れるって私勘違いしてたんだけど、3日前までに申請をしろってことだったの。で、それは私知らなくて、終わったと思って、その3日前の夜に本当に焦って、取ったら、スムーズにできたけど、もしアメリカに行く方いましたら、3日前までに絶対にもう、アメリカ旅行が決まった段階でこのエスタっていうアメリカのビザを取ってください。で、お金は結構かかります。4000円7000円とか、値段忘れたけど、ちょっと高かったから、もう、とか思いながら申請しました。でももう、直前だったから値段が高いとかいうよりも、とにかく早く申請が通るってことだけを祈ってて、とにかくパスポートと、ビザ、この2つがあれば、ニューヨークには行けます。それ以外はもうなくても現地調達してください。ユニクロとか、無印とかあるから大丈夫。あとは、なんかアメリカ初めて行くし、1週間だし、現地の友達は何人かいるけど、一人で行くから、ちょっと不安だったの。13時間フライトもしたことないし、なんかフライトすごい辛いとか聞くから、どんな感じなんだろうと思って、なんか焦っちゃって、アマゾンで、なんか3日前ぐらいに、焦ってこのなんか後ろのクッションとか、アイマスクとか、いろいろ、なんか1万円ぐらい買っちゃったの。本当に意味がわからなくて。今考えたらなんで必要のないものをその大量に買ったんだよって感じなんだけど、その時はもう不安でしょうがなくて、不安を紛らわせるために、3日前にいろいろ買って、で、アマゾン先生はもう本当にすごい。その日に届いた、前日に頼んだものが翌日に届くっていうシステム。だけど、何点かは、やっぱり届かなくて、私が旅行行った次の日に届くみたいな、すごいギリギリに届くっていう、そういったことがあったので、みんなに伝えたいのは、焦る気持ちはすごいわかるんだけど、アマゾンでその大量買いしなくても大丈夫。大体大丈夫。てか、私は、マスク喉の濡れマスクと、アイマスクと、充電器と、イヤホンと、スマホと、あとネットフリックスとか YouTube をダウンロード。これで、13時間。完璧です。私はアナのエコノミーでニューヨークに行ったんだけど、アナだと、テレビがついてるの。で、多分、
LCC とかだとテレビがなかったりするから、絶対に Netflix とか YouTube とかダウンロードした方がいいと思うんだけど、そこにはついてて、で、私の好きなチャーリー XCX 先生のザ・モーメントという映画があって、これ今日本で公開されてるんだけど、公開されてるやつもアナとかで配信されてることも多くて、それを見たので、それがすごい面白かった。なんかブラックユーモアみたいな感じで、チャーリーがなんかどんどんその資本の正解に押し込められていくみたいな感じとか嫉妬とかいろいろあったりして、結構面白い系の映画だったから、あれ結構面白いのでおすすめです。13時間フライトで一番大事なことは、現地の時差に合わせてとにかく寝る。ってことなの。だけど私はそれがね、全然できなくて、もうバッチリ覚醒みたいな感じで寝れなくて、だから私は一睡もしてなかったです。これが後々本当に最悪なことになるから、みんなはもう絶対寝て、お願いだから寝て、もう寝ることだけを意識してほしい。それだけ。寝てください。はい。で、今ハマってるものは、水曜どうでしょうという、ネットフリックスで今配信されてる大泉洋さんと、あと誰だっけ名前ちょっと忘れちゃった。ミスターって呼ばれてる方の、二人が出演されてる、多分北海道のローカル番組。で、もちろん水曜どうでしょうって有名だからしてたけど、どういう番組かは知らなかったの。で、あれはなんか世界中をサイコロで旅するみたいな、すっごい簡単に言ったけど、そういった番組なんだけど、もうめっちゃ面白くて、私なんであの番組知らなかったんだろうってくらい、水曜どうでしょうが本当に面白くてハマっちゃって、私はもうそれをね、ずーっと飛行機で見てた。で、そこではアメリカ横断とかヨーロッパ制覇とかあるから、そういうのを見て、海外のなんか意欲を高めてた。でも彼らは全然観光地とか行かなくて、もうずっと車で移動とかだったから、それもそれで面白くて、すっごい見てた。で、今も見てる。本当に面白い。なんか無駄な BGM とかないし、魚眼レンズの感じとか、編集とかすごい面白くて、もしかしたら次の Vlog から水曜どうでしょうの影響があるかもしれません。ってぐらいすっごい面白いから、もうNetflixある人絶対見てほしいなって思う。うん。それを見てると、みんなね、ガイドブック見てるの。ガイドブック。本とかね。なぜかというと、その番組はやっぱ20年前とかの番組だから、スマホとかもちろんないわけで、今私は一人で旅行してる時にスマホがなかったら本当に終わるってぐらい、スマホ命。本当に Google マップをもう1日の4分の1ぐらい眺めてるんじゃないかってくらい見てて。で、Google マップに本当にお世話になってるから、ガイドブック見てさ、ヨーロッパ横断とかしてんの。やばくない？本当にすごすぎると思って、なんかその当時の旅行をしてる方ってすっごいなって思った。めっちゃ尊敬した。あの番組面白いから見た方がいいです。ニューヨークから街に出た瞬間ね、なんかどういう気持ちになるかなってすごい不思議な感覚だったんだけど、もうあの感覚は忘れられないっていうか、本当に映画だった。もうこれさ、もしかしたらみんなね、こういう話を何でも聞いてるかもしれないんですけど、ニューヨークはマジで映画、本当にすごかった。なんかね、街でジャズが流れてたり、トランペットを吹いてる人がいるっていうか、もう街全体が自由で、もう誰が何しても何にも気にしないみたいな、とにかく歩くみたいな感じだから、いろんな人が自由なことやってるんだけど、その中でも、ジャズとかをやってる方がいて、その時私が出た駅にはジャズ、でね、なんかトランペットかな忘れたけど、なんかしら音楽をやってる方がいたんです。生演奏で。なんかそれ聞こえてきて、なんかめっちゃニューヨークっぽい音してるみたいな。で、そのエレベーター、こういうエスカレーターで上がっていくの。で、そして、出た瞬間もパッキーンみたいな、目がガーンってなるレベルの青空。日本の青空って、青いけど、アメリカは、ニューヨークは本当に青かった。信じられないレベルで。もうみんな一回行ってほしい。多分 LA とかもすごい明るいと思うけど、マルタよりも全然青いんじゃないかな。なんか青なの。なんか色が違う。初めて見る空の色。絵本とかで、なんか空の色描くときに結構青だったり水色だったりあるけど、日本が水色なら、ニューヨークは青って感じ。本当にパキッとした青い空で、ジャズが流れてきて、空もなくて、で、ビルがめっちゃ高くて、人もね、もういろんな人種の方が歩き回ってて、もう、待って、すごい街来ちゃったって、初めなったね。だからね、この感覚って多分もう、あんまり味わえないと思うの。なんかニューヨークみたいな大都市って少ないと思うし、私のその気持ちも乗っかってるし、
21歳だから、まだ、なんか新しい感覚をつかむ年っていうか、そんな感じがあると思うの。だから、本当に今行ってよかったなって思った。でももう今さ、値段がね、ドルのあれが終わってるから、もう全然ニューヨークに行く人は少ないと思うの。しかも、なんか今、スポーツ、サッカーとかやってて、なんだっけバスケサッカーだっけなんかニューヨークが優勝して今すごい時期だみたいなこと言われてたりとかもして、この時期にニューヨークに行く人ってあんまりいない気がするんですけれども、私はそういう時に行きました。アジアでは、自分が日本人とか、自分がアジア人であるってことをあんまり意識したことがなかったの。だからする機会もなかった。なぜかというと、割と周りの人たちの見た目が似てるからさ、そんなに気にならなかったの。だけど、ニューヨークではそれをかなり感じた。日本人はほとんどいませんでした。たまになんか同じくらいの日本人の子がいたら、って感じでもう話しかけたくなっちゃうくらい全然いない。韓国とかってめっちゃいるじゃん。もう本当に比べ物にならないぐらい全然日本人はいませんでした。白人の方とか黒人の方がほとんどで、他にもいろんな人種いると思うんだけど、見た感じアジア人はマイノリティの方に入ると思う。もちろんね。自分がマイノリティにいる感覚って初めてだったし、なんか、そもそもまずジェットラグ、時差がひどくて13時間もあるから、私寝てなかったので、やばいって感じでもう頭クラクラしてきて、一番初日に動こうと思ったのが間違い。だからジェットラグとかもひどくて、そのマイノリティ側にいるってことを意識し始めてしまって、初めは慣れるのに時間がかかった。3日間ぐらいは、なんか不安な気持ちっていうか、ちょっともやもやした気持ちが大きかったかな。不安はだってもうアメリカに一人で行くってやばいことじゃん、結構。だからもう結構不安だった、最初は。海外他の国行ってもあんま不安感じたことなかったんだけど、唯一ニューヨークでは不安な気持ちが大きかったね。今までのなんか快適なゾーンから一気に外れた感じで、もし住むなら多分1年ぐらいはかかると思う。でニューヨーカーという称号を得るには、10年ぐらいは必要かなっていう。わかんないけど、それぐらい入れ替わりが激しい場所がニューヨークだなって思った。アメリカは自由な国とか開放的なイメージがあったけど、そういう不安もひどくて、最初はもうなんか一人でここに来たの間違いだったかもみたいな、そういう気持ちが結構大きくて、エネルギーが強い、まず。もうエネルギーが凄まじいです、ニューヨーク。真ん中とかやばいし。で、人もめっちゃ多い。で、音もとにかく大きい。すべてが大きい。話し声も大きいし、なんか車とか音楽とかも全体的にすべてが大きい。で、情報量も多いし、街のスピードも速いし、刺激もすごいし、もうなんか見たことないことがいろいろ行われてる。1週間はね、全然足りなかったで正直。もう見れてない。マンハッタンだけでも回りきれないから、マンハッタン、なんかニューヨークだけだといろいろ行く場所あるけど、マンハッタンだけで絞っちゃっていいと思う。それぐらいマンハッタンはめちゃくちゃいろいろあった。あとはね、葉っぱ系のものこれポッドキャストの話してるかわかんないけど、そういう系のものが、ニューヨークだと合法なんですね。はい。だから、もうみんな、って感じで。はい、みたいな感じで。私、その匂いをね、知らなかったの。もちろん、日本はね、合法じゃないので、匂いを嗅いだことがありませんでしたので、そのね、葉っぱの匂いはわからなかったんだけど、みんなね、もし、ニューヨーク行ったら一瞬でわかる。もうなんか、鼻のここら辺が、なんか、刺激の匂いがあって、もうなんか、私は匂い好きじゃない、本当に。本当に、どこかで別の場所で吸ってくださいってくらい、もうマジで、もう全員吸ってる気がする、本当に。合法だから、当たり前、合法だからしょうがないんですけど、公園とか行ってな、休もうかなと思ったら、もう隣の隣ぐらいでみんな吸ってて、本当にやめて、その匂い、みたいな感じだったんだけど、なんかニューヨークに友達がいて、その子は、ニューヨーク出身の子なんだけど、その話したの。そしたら、なんかもう街が結構やばい匂いがしてて、ニューヨークの中心のところとか、本当に結構やばいの。私からしたら、もうなんか、どんな匂いこれみたいな感じで、もう歩くだけでも結構厳しいみたいなレベルの匂いがしたりとかもするんです、ニューヨークって。だけど、その子はもう匂い感じないって言って、そりゃそうよね、みたいな。ローカルの子は感じない匂いを、観光客の私たちからすると、すごく感じるので、匂いはほんと注意。注意ってか避けられないんだけど、でも結構やばい匂いはするって言っときます。はい。
物価ですね。物価は、体感、日本の3倍。これは本当にそう。コーヒー一杯買うのにも1000円絶対します。はい。900円とかだったら、安いかもってくらいの感じで、他のもの、例えばランチとかだと、3000円ぐらいするし、夜ご飯だと1万円は普通って感じ。ちゃんとしたもの食べるとしたら1万円ぐらいになっちゃう。で、たまにチップとかもあるから、そのチップ制度さ、結構不安じゃん。私もニューヨーク行くまでチップ制度知らなかったからどういう感じなのと思ってすごい不安だったんだけど、支払うとき私はもうキャッシュを一切ゼロ使わずに、カードだけで乗り切ったの。だけど、カードはちょっとお金の変動が激しいから、キャッシュの方がお得な場合もあると思うんだけど、お得とか関係なく、とにかく楽に決済したい場合は、カードがいいと思う。で、私はカードでずっと払ってたんだけど、カードで支払いするときに、そのチップを選べるの。15%とか10%とか5%とか20%とかあって、夜ご飯だったらだいたい20とか15とか。で、カフェとかコーヒーとかはもうゼロでもいいらしい。で、友達は言ってました。けど、よく知りません。でも私はゼロ。ノーチップ。なんでチップする必要がなさすぎて、コーヒーいっぱいだし、みたいな。だから、ノーチップっていうボタンをポチッと押して、以上、みたいな感じだった。最初は難しいかなと思ったけど、もうこのポチポチ押すだけだし、ノーチップにポチポチ押すだけだから、それは全然大丈夫。だから、チップはあんまり不安なことはなかったかな。旅行中にね、SNS を絶対更新したいと思ったんだけど、やっぱり無理だった。もうできたことがない、一度も。YouTube の更新も止まってるし、本当にやばいの。フレッシュなさ、投稿が一番面白いのにさ、私はもう全然できないの。もう生きるだけで必死。現地で過ごすだけで精一杯なんです。特にニューヨークはもう刺激が多すぎて、もう動画はめっちゃ撮ったけど、更新する暇がない。もう歩いてて、食べて、買い物して、夕日とか見てたらもう一日すぐ終わっちゃうから、難しいなって、やっぱりその難しいなって思いましたし、縦 Vlog 撮ってる人いるじゃん。YouTube は結構正座しながら、このパソコンで編集するって感じだけど、縦 Vlog って結構パパッとできるじゃん。だから、他のクリエイターの方とかでもう毎日 Vlog 更新してる人とかいるじゃん。あと TikTok を更新したりとか。あれ本当にすごいなって思う。私は絶対できないから。だからもうそういう、更新を頑張りたいなって、改めて思ってる最中でございます。私の更新頻度どう？遅いよね。もうちょっと更新したいの、本当に。だけども、ちょっと本当に旅行中は結構難しいことが多いですね。はい。あとセントラルパークにも行って想像以上に良かった。やっぱニューヨークといえばセントラルパークだよな、みたいな。もうニューヨークの前知識あんまなくて、もう現地で収集みたいな。本当にこれ良くないんだけど、現地で収集したり、フォロワーの人に聞いたりとか、私の友達に聞いたりとかして、もうGoogle マップをとにかく1時間ぐらい保存しまくるみたいな時間とかあったりして、もう前にやっとって、みたいな。東京でできたよね、これみたいなことをね、ずっとニューヨークでやってたんだけど、セントラルパークには絶対行きたくて行ったけど、めっちゃ良かった。おすすめです。芝生に寝転がって日焼けしてる人がいっぱいいた。あとは、セントラルパークで、TikTok でよく流行ってるクランブルっていうクッキーと、チポトレっていうメキシカンの、タコス的なやつ、タコスじゃない、ブリトーを食べたんだけど、それもすごい美味しかった。TikTok でよく見てたから、期待が高まってたんだけど、もう量が多すぎて、1日では全然食べきれませんでした。さっき食費が3倍って言ったけど、だいたい量も3倍だから、お得っちゃお得かもしれない。お得じゃないけど、3倍の量買って、家で冷蔵庫で冷やして、次の日に食べるとかの方がいいと思う。それぐらいね、量はめちゃくちゃ多いから、一人旅でそこだけちょっと厳しかったかもな。お昼とかはちょっとあんまり食べてなかったかもしれない。もう歩きすぎて逆に痩せたんじゃないかってぐらい、体が太ったって意識があんまないかも。ニューヨークで楽しかったこといっぱいありますけれども、私的には1位はシティバイク楽しかったです。自電動自転車が本当に楽しくて、上海でよく自転車乗ってたんだけど、そのレベルで、電動自転車がもう街中のそこら中にあるから、本当にそれが楽しくて、めちゃくちゃおすすめ。ニューヨーク来て、夏、今この時期がすごい楽しいと思うんだけど、この時期に自転車に乗るのが一番おすすめ。もう絶対に電動自転車乗ってほしい。もう超楽しいから。値段はね、30分1000円ぐらいしますけど、高みたいな。高いけど、でも、高さを上回るぐらい楽しいので、ぜひぜひ、
ニューヨークに行った際は、電動自転車に乗ってください。お願いします。ニューヨークに行きたかった理由はたくさんあるんだけど、もともと私の父親が昔ニューヨークに住んでたことがあって、父がね、ニューヨークの話をよくしてたので、もう行きたいな、みたいな。ニューヨーク絶対楽しいじゃん、みたいな感じで、ニューヨークに行きたいなって思ってたし、その父が行ってた場所に行ってみたいなっていう思いもあった。あとは漠然と、世界の中心ってニューヨークだよねみたいな気持ちもあったし、世界で一番動いてる。いろいろ重要なところは大体ニューヨークにあるなっていうイメージがあった。あと21歳の今って感覚がすごくフレッシュだと思うから、今、30歳に行くときと21歳で行くときだと、やっぱ感覚ちょっと違うのかなっていう気もしてる。まだ、経験が浅いから私は。だから、あんまり、体に経験が入ってない時に、こういう刺激的なことをね、いっぱいしたいなって思ってるから、今行きたいなって思ったのもその理由。あとは私はアジア以外に行ったことがなかったから、アジア以外の場所に行きたいなと思ってて、そういった感じでニューヨークに行くことにしてみたの。ニューヨークは本当にいろんな人がいて、私の友達もいたし、友達の友達とかもいたし、すごい気が合う子もいたし、東京に住んでる子もいたし、ニューヨーク人多いから、最初一人旅で、遊べる人見つかるかなって不安だったんだけど、全然普通に見つかった。知り合いが結構いたからびっくりしちゃった。話しかける文化がたくさんあるので、もし私みたいに一人で、ニューヨーク行きたいけど友達がいないって人がいたら、もうね、そこら辺で話しかけるのがいいと思う。ちなみに私はやったことないんですけど、私の友達の中で一番社交的な子がいるんだけど、その子は結構ソロで旅するの好きで、そこら辺のカフェとか行って、座って、その相手の一人の人がいたら、目見て、ニコンみたいな。Hi, I love your outfit. Where did you get it? みたいな感じで話を進めていくっていう、これで、友達できるからやってみっていう風に言われたので、ニューヨークではできなかったけど、それをね、本当にみんなやってみてほしい。一人旅楽しいから、私が一人旅する理由はいっぱいあるけど、まず、そもそも予定が合わないのね、みんなと。だから結果的に一人で行くみたいになってんだけど、あと Vlog 撮るから、やっぱ一人で撮りやすいっていうのもあるし、いろいろ理由があるけど、あとは現地で友達作るのもすごい楽しいからね。だから、皆さんもぜひそれやってみてほしいです。ニューヨークはちょっと予算も結構かかるし、時間もかかるから、体力も必要だけど、でもすべて揃ってる人があれば、若い時に行くのいいんじゃないかなって思う。私はすっごいいい経験になったと思ってる。ホテルの後半は双方で撮ったんだけど、双方は感度の高い若い子たちがいっぱいいる場所で、そのニューヨーカーの友達的にも、そこで一番ご飯食べれって言ってたから、双方は私と同じ趣味の子たちとか若い子とか、ファッション好きな子とかは絶対双方行った方がいい。てか、行くべき。双方ダウンタウンあたりはね、めっちゃ楽しかった。一日だけブルックリンにも行ったんだけど、ブルックリンはマンハッタンとちょっと空気違くて、アートな雰囲気もあるし、若干治安も悪いっていう。ちょっとマンハッタンとは違う雰囲気があって、またそれも楽しかった。ニューヨークでできなかったことは、ブロードウェイとかジャズとかバレエとか、舞台系そういうのがすごく有名なんだけど、私はちょっと時間がなくて、行けなかったの。だけど、そこら辺行けばよかったなと思ってて、すごく規模が大きくて楽しいらしいから、行ってみたいの。あとは、自由の女神は、もうほんとこの1ミリぐらいを見ました。だけど、カメラでね、ズームしたら、ちゃんと見えたから大丈夫。でもさ、自由の女神見るとかってもうさ、スタンプカード押すレベルの、観光みたいな感じじゃん。私そういうのあんま好きじゃないから、そういうところあんまり行かないんですけれども、例えばもう、渋谷スカイに行くみたいなやつってさ、めっちゃ観光のスタンプ押す感じするじゃん。だけど渋谷スカイって、地元民ほぼ行ってないと思うの。てか、行かないと思う。私も、出来たての頃に一回行ったぐらいで、もう他一切行ってないから、だからね、みたいな感じだと思うんですけれども、ちょっと見ました。さすがに。ニューヨークのご飯は全部美味しかったけど、ニューヨークのご飯美味しいものたくさんあって、私は一番美味しかったものは、双方の近くにあるセブンスストリートバーガーっていうハンバーガー屋さんがあって、まずね、パンが、シェイクシャックみたいなちょっとオイリーな、オリーブオイル的なパンに、カリカリのハンバーグなの。カリカリなのなんでだろうね。ちょっと油っぽい感じで、
今まで日本で食べたことのないレベル感のハンバーグです。それがね、本当に天国のように美味しかったので、私は2日連続食べました。なので、絶対にこのハンバーガー食べてほしいし、あとは、ステーキも美味しかったし、もちろんベーグルも美味しかったし、コーヒーも美味しかったし、美味しいものがたくさんあるけど、食費はちょっと高いけど、でも、さすがに砂糖のご飯をね、持ってって食べるなんてことは私はしたくなかったので、ニューヨークにわざわざ来たからには、なんか食べたいみたいな感じだったから、結構ね、食費は張った気がするけど、ステーキ屋さんとか1万円ぐらいしました。でももう、払います。日本でもさ、1万円の夜ご飯とか私全然食べたことなかったけど、でも、ニューヨークで食べたステーキめっちゃ美味しかったから、ステーキもすごいおすすめ。ニューヨークのエネルギーは本当に強いから、住み続けられるかわかんないかも。まだ1週間しか行ったことないから、ニューヨークの住む感じがどんな感じかわかんないけど、住むには相当エネルギーが必要だなっていうのは思う。だから海外に一人で住んでる人とか、留学してる人本当にすごいなって思ったし、自分もどこか海外にもう1ヶ月でもいいです。1ヶ月でもいいから、どっか住んでみたい。もっと私の知らない世界が広がってるなって改めて感じたので、絶対にまた新しいことをね、していきたいなって本当に思った。めっちゃ刺激的だった。もうね、このポッドキャストで話し終えられないぐらい。でも今ちょっと思いついたことだけベラベラ喋ってるけど、多分話しきれてないことがいっぱいあるから、詳しくはちょっと動画でポンポン出していくので、それ見てほしいんだけど。でもね、一旦こんな感じ、ちょっと出し切った気がする今。みんなは海外に行ったことありますか？行ったことない人も結構多いと思う。そもそもさ、東京ってか、日本が、もう島国だし、あんまり海外に行きづらい、ちょっと閉鎖的な空気があるけど、例えばヨーロッパとかだったらさ、電車でポンポン行けたりするし、そこでもやっぱ国の違いで出るんだなって思ったりもしました。いろいろも感じることがたくさんあったけど、今回はこんな感じでもう話しすぎましたけれども、マルタのことに関しては、また今度のポッドキャストで話そうかなって思ってるので、他のヨーロッパも行くかもしれないし、また近況アップデートしますので、もう今回はニューヨークの感想のみで終わったけど、でも Vlog が本当に編集するのが楽しみ。編集しながらまた自分で旅行気分を味わえるのも楽しみだし、多分、また行きたくなってると思う。そんな気がしてる。ということで最後まで聞いてくれてありがとう。ここはセーフスペースとしてみんなからのお便りをシェアしていくよ。今日はちょっともう近況が溜まりすぎてシェアはできませんでしたけれども、インスタグラム、@hanah.bezy、hanah.bezy、こちらのストーリーズとチャンネルの方にお便りフォームを載せることがありますので、そちらをチェックしてみてください。チャンネルで、インスタのチャンネルってやつを最近更新してるから見てください。お願いします。あとは、それ以外のものは DM とかに送ってみてね。イラストはキティバニー花で描いております。最近ザララーさんのイラストあげたんですけど見てくれましたか？他にもね、もうアメリカ行ったイラストとか出したいんだけど、ちょっともう本当に時間がなさすぎてどうにかなってるけど、頑張って何かしらは更新する予定ですので、あと、いろいろなプロジェクト動いておりますので、お願いします。はい。もうやばいの、本当に仕事溜まりすぎて、昨日とかね、もう夜の3時ぐらいまで仕事やってて、まずそもそも帰ってきたのが9時。9時から3時まで仕事おしまいです。はい。眠かった、昨日。またスポンサーの方を募集しておりますので、ぜひメールの方にお送りくださいませ。ということでご飯食べて、いっぱい寝て、明日も頑張ろう !7 月頑張ろうね。ありがとう聞いてくれて。じゃあまず近況アップデートします。じゃあね、バイバイ見てくれてありがとう。花でした。バイバイ。